引用対極図。この図を見たことがありますか？これは古代中国で生まれた引用思想を11世紀以降に図形化したものです。モンゴルやチベットの旗にも描かれています。この図の左の白は陽、熱いもの、上へ行く力を表しています。右の黒は陰、冷たいもの、下へ行く力を表しています。これは善悪ではありません。二つの対極のものが一つの世界を作るという意味です。中国神話の一つによると、世界は混沌から始まります。そこから軽いものは上へ行って、重いものは下へ行きました。そうして天と地が生まれました。これと同じように、引用思想では、世界のすべては二つの対極のものに分けられると考えます。昼と夜、左と右、男と女、光と闇。一方が存在するとき、もう一方も存在します。一つの世界にその両方があります。大切なので、もう一度言います。これは善悪ではありません。優劣でもありません。ただ違うのです。もちろん、どちらにも分けられないものもあります。図をよく見てください。陽の中に陰があって、陰の中に陽があります。男性の中にも女性的な部分があるし、女性の中にも男性的な部分があります。それが強い人もいるし、弱い人もいます。真夜中を過ぎれば朝に近づくし、正午を過ぎれば夜に向かいます。光が強ければ影が濃くなるし、真っ暗なところでは小さい光でも強く感じるものです。陰と陽の関係は、お互いに依存したり、補完し合ったり、対立したりするものです。この図では、お互いに相手を飲み込もうとしています。しかし、陽が大きくなったとき、中の陰が強くなって、外には新しい陰が生まれます。そして、陽は陰に変わります。その陰が下がって大きくなると、今度は新しい陽が生まれて、陰が陽に変わります。この二つは常にバランスを取ろうとして回り続けます。この世界に完全なものはありません。一つの力が強すぎるとき、必ずその反対の力が働くのです。この図が教えているのは、そういう世界の理りです。そして、その理りが分かれば、自分で意識的にバランスを取ることができます。未来の変化を予測して危険を避けたり、失敗の中にある成功のチャンスをつかんだりすることができるのです。中国では、この引用思想に五行説を組み合わせて、天文学や医学、風水、易学などが発展しました。五行説は西洋の四元素の概念とよく似た考え方です。日本は古代、中国から引用五行説を輸入すると、神道なども混ぜ合わせて、日本独自の実用的な技術体系、陰陽道を作りました。国家機関陰陽寮を設立して、陰陽の動きを読んで、
日本独自の暦を作り、日々の吉凶を占っていました。しかし、1870年、明治政府が陰陽道を迷信として禁止しました。暦も西洋のものをそのまま輸入して使うようになりました。その時から陰陽師はいなくなって、古代から受け継がれていた陰陽道の知識も技術もほとんど失われてしまいました。現在、アニメや漫画で陰陽師が活躍しているのは、それらが完全に失われようとすることに対して反発する力だと言えるのかもしれません。